はい、どうもです。今回はですね、こちら、大門ハタっていう食材ですね。でこちらのお魚なんですけど、もう最近ね、めちゃめちゃ海が荒れてて、全然魚を取りに行けないんで、長崎県からね、仕入れました。島にはいない魚となっております。はい。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらが大門ハタです。こんなにね、大きい大門ハタね、僕初めて見ました。おそらくね、最大ぐらいのサイズですね。で、名前の由来はですね、この体表の斑点、大きいモンモンがたくさんあるから、大門ハタって呼ばれてます。ちなみにこれ1匹でお値段5600円です。ちゃんと高いですよね。高級魚なんですよ。でね、これ何なのかわかんないんですけど、ここ、2665番っていうタグがね、振られてるんですよね。で、このタグね、何なのか調べたんですけど、ちょっとわかんなかったです。何なんでしょう。はい、ということで今日はですね、こちら大門ハタを使いまして、刺身、そしてお茶漬け、こちら2品を作っていこうかなと思います。ということで早速、やっていきましょうか。はい、それではすき引きをしていきましょう。まずはこのヒレから落としていきましょう。ヒレがあると、すき引きが結構しづらいんですよね。じゃあラスト、腹びれですね。はい、それではすき引きをしていきましょう。あ、結構すき引きしやすいわ、大門ハタ。でもそういうことを言ってると皮切っちゃうんで、集中していきます。軽いからめっちゃ動くな。魚が動いて仕方がないときは、もうキッチンペーパーとかかましたら動きづらくなります。ほら、全然違うでしょ。まな板って結構滑るんですよね。で、こっちお腹側が難しいんですよね。魚の身ってこうやって斜めになってるんで、包丁その角度に合わせなきゃいけないんですね。かつ、お腹側の皮はすっごい薄いんで、あ、下に行きやすいと言ってる間に行っちゃいましたね。うわ、行ってしまったな。もう本当に力入れないような感じじゃないと、すぐ行っちゃうから。よし、反対側や。はい、そしたらすき引きが終わりました。で、ちょっとみんな、これ、食材があるじゃないですか。この鱗ちょっと美味しそうなんで揚げて食べてみましょう。魚って、鱗も食べれるんですよ。美味しいやつは美味しい。まずいやつは、まあ、とことんまずいけど。うわー、飛び散りそう。味付けはシンプルに塩でいいでしょう。いただきます。熱っ。あ、うまいタイプの皮だ。大門ハタの皮うまいわ。もうね、ザックザクの食感でスナックみたいで、魚の皮目の旨味もあるんで、結構美味しいです。はい、それでは、大門ハタがね、ノーモンハタになっちゃいましたね。はい、しょうもないこと言ってますけども。はい。次はね、お腹を開いてみましょう。多分ね、空気だと思うんですよね。うわ、水だった。なんでこんな水がいっぱい出てくんの？なんかここの骨めっちゃ硬い、この魚。それでは中身をね、見ていきましょう。普通だね、結構。これちょっとだけ腸の周りに内臓脂肪が乗ってるんですけど、まあ、ほとんど乗ってないって言ってもいいですね。なんだろうこれ。病気なんじゃない？これ肝臓なんですけど、変な黒い点がついてますね。今まで大門ハタ何匹かさばいたことあるんですよ。こんな点があるのはね、見たことないですね。この黒いとこだけ硬くなってるもん。あとは結構普通ですね。胃袋の中も何も入ってなさそう。はい、それでは次は頭を落としていきます。よし、反対側。にしてもですね、本当に骨硬いわ、これ。よし。そしたら血合いに傷を入れて、取っていきましょう。はい、そしたら綺麗になったところで3枚におろしていきましょう。どうしようかな。頭さ、何かに使いたいなって思い出してきたんだよね。ちょっとあれめちゃめちゃ美味しそうだわ。最初言ったやつに1品追加してもいいですか？よし。硬い、本当にこの魚。あ、無理だ。無理な時はですね、もう腹骨そのまま切っちゃいましょう。オッケー。そしたら反対側です。
や、美味しそうだな。はい、そしたらね、頭割っていきましょう。これ頭美味しそうなんで、唐揚げにします。頭割るっていうよりは、ここのカマをですね、唐揚げにして食べようかなと思います。なんかすごい硬いんですよね、骨が。オッケー。はい、ようやく皮が取れたんですけど、このままだと血がついてて臭いんで、血を洗い流していきます。はい、取れました。これは絶対にうまいな。どう見ても唐揚げしかないな、これは。じゃあ味付けをシンプルに、ニンニク塩でいいか。ニンニク塩ってめっちゃうまいですからね。オッケー。はい、そしたらですね、片栗粉を入れていきましょう。魚さばく時の何が大変かって、キッチンの掃除が一番大変だからね。シェイク。オッケー。セット。まあ、こんぐらいでいいですかね。よーし、入れましょう。これでかいな。使わない場合はこうやってかけてあげたらいいと思ってます。中華とかこんな感じでやってるんですよね。熱した油を上からかけるという。よし、完成や。はい、そしたら次、お茶漬けとお刺身を作っていきましょう。まずは腹骨を取りましょう。で、ここ血合い骨が入ってるんで、血合い骨も取っていきます。OK。はい、そしたらですね、皮を引いていきましょう。よし。皮目めっちゃ綺麗なんですね、この魚。で、ここにですね、縁側ついてるんで、縁側を取っていきましょう。すごい縁側。縁側ってカレイとかヒラメのイメージが強いんですけど、どの魚にもついてます。背びれを動かす筋肉なんですよ。結構ね、身がでかすぎるんで、寿司とかだったら多分このぐらいのサイズでちょうどいいと思うんですけど、刺身なんでちっちゃくします。ここら辺で切って、幅を揃えて切りましょう。よし。じゃあですね、まず刺身用に切っていきましょう。綺麗な身ですね。で、次はですね、お茶漬け用なんですけども、お茶漬け用は薄く切りましょうか。薄くね。めちゃめちゃ綺麗な身質やな。じゃあ最後にネギをパラパラとかけまして、でも今日はめちゃめちゃ簡単です。白だしを薄めたもの。こちらをですね、だしにしていきます。シャカ。さてどうだろう。味濃っ。じゃあかけていきます。これはやばいわ。絶対にうまいわ。柚子胡椒を気持ち程度持っておきましょう。ここら辺に絶対合う。完成です。はい、それではですね、完成しました。いただきます。もうお茶漬けからいきましょう。でかいな、一口が。めちゃめちゃうまい。白だしでお茶漬けにしてるんで、ちょっとね、なんていうのか、高級な味っていうよりは、結構庶民的な感じの味付けなんですけども、それをですね、柚子胡椒とね、食べると、これたまらないですね。これはやばいな。大門旗もめっちゃ美味しいですね。ちょっとね、しゃぶしゃぶっぽいような感じになってて、めちゃめちゃ食感もいいし、で、味もね、なんかね、甘くていいわ。臭いもないし。これめっちゃうまいわ。やば。それではですね、次、唐揚げいかせていただきます。大門旗の唐揚げですね。めっちゃ美味しいわ。あんまり脂乗ってる風に見えなかったんですけど、この皮の部分めっちゃ脂乗ってますね。すごいなこれ。めちゃめちゃ美味しいわ、この魚。プリップリでもう食感が良すぎる。ただこれはね、正直な話、うまいんですけど、もう分類としてはハンバーガーだよ。ハンバーガーぐらい味濃いわ。ギットギトや。それではラスト刺身いきますか。もうこんだけ濃いの食べちゃったから刺身の味感じられるか心配だな。心配なんでちょっと大葉をね、もうこれ食べときます。大葉単体まずいな。これで戻ったんです。さてどうなんでしょうね、刺身は。いただきます。
なるほど。もうここ食レポに関してはガチなんで、しっかり言っちゃうんですけど、めちゃめちゃ味に関してはうまい。風味も旨味ももう抜群ですね。ただ、ちょっとね、大門旗にしてはかなりね、大きい魚だったんで、ちなみに魚ってめっちゃでかいの上がるじゃないですか。マグロ300キロとか、400キロとか、めっちゃでかいの上がるじゃないですか。あれなんでかっていうと、人間みたいに成長ホルモン止まんないんですよ。人間って大体15歳とかさ、まあ、遅い人でも20歳ぐらいで身長の伸び止まるじゃないですか。魚止まらないんですよ。魚の世界ではもう100歳のばあちゃんだったら4メーターあるみたいな、そんな感じなんですよ。基本的に生きてる間成長ホルモン止まんないんで、年取れば年取るだけでかくなるんですね。なんで、大門肌、こんだけでかいのって結構老成してるんですよ。多分オスなんですけど、おじいさんなんですよ。でかすぎてちょっと筋っぽいね。食感はあんまり良くないかも。刺身に関しては。では、こちら、縁側もいただきます。うわ、濃厚。油めっちゃ濃い。すんごいな、これ。めちゃめちゃ油乗ってて美味しいですね。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、思ったね、2年ぶりぐらいに食べたんですけど、やっぱりね、めちゃめちゃポテンシャルの高い魚ではありますね。見た目がね、すごいブツブツしてて、まだまだ過小評価されてんじゃないのかなって思ってるんですけど、これももうね、おすすめです。はい。マサル推しの魚ですね。島にいないけど。同じようなマサルの漁業再生日記ではですね、YouTube で話せないような内容ですね、面白い2、3回、つらつらと書いておりますので、概要欄の URL からぜひぜひ覗きに来てみてください。はい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。